世界一面白いアクション RPG を作る、これを人生のメインクエストに掲げてます。はいたかです。先週お伝えしてましたね、ラスボスの実装っていうのも無事一通りね完了しまして、ゲーム内のコンテンツがね一通り揃ったという形になってます。ここから先はねひたすらテストプレイとかデバッグ重ねていって改善だったりバグ修正ですねやっていきながら、先日リリースしたね体験版で皆さんからいただいていたフィードバックの内容を実装していくという形になります。あとはどれだけたくさんね皆さんの意見をゲームに反映していけるかっていうところでねしっかりクオリティを上げていきたいと思います。今回も早速ね体験版フィードバックの中からすでに改善が完了したものを紹介していきます。まずはガードとかパリー関連ですね。どちらもこれ L1 ボタンで共通の操作で実行するアクションになってるんですけど、普通に L1 を押した場合はガードで、敵の攻撃に合わせてねタイミングよく L1 を押した場合はパリーが自動的に出てくれるという仕組みになっています。で、例えばなんですけど攻撃中とかにね L1 ボタンを先に先行入力してホールドしておくと、こんな感じで攻撃モーション途中の、ガードができるタイミングフレームがやってきたら自動でねガードに素早く遷移してくれるという風な仕組みになってくれてます。これは正しい挙動ですね。なんですけれども、これ実はパリーの後に L1 ボタン、つまりパリーが成立した後ですねに L1 ボタンをホールドしていた場合はガードがね自動で出てくれないっていう問題バグがあったんですよね。こちら気づいてね指摘してくださった方々本当にありがとうございます。これは特に上手いプレイヤーとかだとねもう全部の攻撃をパリーしちゃったりとかするのであんまり問題ないかもしれないんですけど、初見の方とかね初心者のプレイヤーの方たちにはこれはもう重大な問題になってきます。とりあえずガードで固まってねスタミナを犠牲にしてなんとかこのターンしのごうみたいなプレイングをやろうとした時にたまたまね運よく1段目だけパリーが成立してしまっていると、その後 L1 をねホールドしてもガードに移行してくれないということで、かなりね初心者の方の首を絞めるようなバグになってしまっていました。これ原因としてはねどちらも L1 ボタンで出すっていう共通の入力系統を使用していることにね起因していた問題なんですが、こちらね無事改善が完了しております。こんな感じでパリーからガードへね綺麗に遷移できるようになってますね。これと並行してですねガードモーションが成立する際に何らかの前のアクションでねキャラクターにすごく移動量、速度感性がたくさん乗っていた場合、キャラクターがねガードを展開しながらスイーッとねその感性の方向に滑っていってしまうっていう風なバグもありました。こちらはねプレイヤー敵関わらずどちらでもね発生しているバグだったんですけど、こちらの方もですねガードモーションが成立するときにですね一旦移動量をリセットするという処理を挟むことによってこちらもね起こらなくなっております。続いてガラリと話題が変わるんですが、音 SE に関するお話ですね。体験版では主人公の足跡が1種類しかありませんでした。これに関してですね結構皆さんから、改善してほしいというね声が多数届いておりました。足音っていうとねゲームプレイそのものにはあまり関わってこない要素ではあるんですけれども、やはり歩いたり走ったりっていうね四六時中行うアクションで毎回鳴る音が足音なので、実際に触ってみるとねそこに不満を持つっていう方がかなり多かったのかなと思います。今回物理マテリアルという機能を用いてですね主人公の足元のオブジェクトの材質っていうものを特定してですねその材質に合わせた足音が鳴るように改善を加えております。こういった草むらを歩いた時とか水場を歩いた時なんかは特に変化が分かりやすいですね。さらに加えてですね敵キャラクターの中に一部甲冑をね着込んでいるタイプの敵が何体かいたと思うんですけど、そいつらに関してはねその足跡にプラスして金属の鎧が擦れるような音ですね、チャキチャキみたいな感じの音を追加でブレンドしてね鳴らすようにしています。でこの物理マテリアルっていう機能なんですが、実はねまだ完全には設定が終わっていません。ゲームの中にね存在するオブジェクトっていうのは基本的にねマテリアルっていうものが貼り付けられてねその物体の見た目というか模様がね決まるっていう風な仕組みになってるんですけど、馴染みの深い単語で言うとテクスチャーとかと似た概念ですね。その物体がどういう見た目をしているのか、そのマテリアルの中にですね物理マテリアルというパラメータを設定することができます。今回うちのゲームだと例えば岩だったりとか草、あとは水場とかね数種類の物理マテリアルを用意しました。どの物理マテリアルを踏んだかによって鳴らす音を変えるという風な仕組みになっております。でこの物理マテリアルなんですけどたくさんね上書きできるポイントっていうのを用意しておりまして、例えば一番大元の親マテリアル、ここでね岩属性の物理マテリアルを仕込んだ物体があるとします。その物体の上を歩くと、岩の上をね歩いた時の音が鳴るように設定してるわけなんですけど、こういった川沿いとかにねその岩のオブジェクトを置く場合、川のキワキワとかにね配置する場合はちょっ
とね、岩の音よりも水の音が鳴ってほしいなみたいな細かいニュアンスの調整をしたい時が結構あるんですよね。そういった時に親マテリアルの一つ下の階層、マテリアルインスタンスだったりとか、スタティックメッシュ、それから実際ゲームのマップ内に配置するオブジェクト単位、アクター単位で物理マテリアルの上書きっていうものができる仕組みになっています。なので川沿いに置いているこのオブジェクトだけは本来親マテリアルではね、岩の音が鳴るように設定してあるんだけれども、このマップのこの箇所に配置しているアクターだけはちょっとね、水を踏んだ時の音を鳴らしたいといったようなですね、細かい上書き設定ができるので、柔軟にね、マップを構成していくことができるという風な仕組みになってるんですけれども、ここの設定がね、まだ完全には終わってないので、そういったね、要所要所での、ちょっとしたニュアンスの違い、物理マテリアルの上書き作業っていうのもちょっとね、クオリティアップの項目として今後ね、発売までにできる限りね、対応しておきたいと思います。